場所は鈴鹿市の町の中で、人数はだいたい150人から200人程度かな、そういう範囲で、まとまってというよりは、それぞれの暮らしがあって、そういう中でだいたい 1.5 キロメートル範囲ぐらいで、会社も、コミュニティのスペースも家も自転車とかね、歩いて行けるような距離でみんなで暮らしているという感じですかね。人っていうのはもともとどういう姿でいられるのかとか、そういう人らしい本当の姿で生きられる環境をコミュニティとして人と人がお互いに協力して作っていくっていう実験を20年にかけてやってるとこかなっていうふうに理解してます。人が幸せになる、人が満たされるための会社というのは一つ現れとして今みんなが取り組んでるかな。それから、人が大きな家族のようなお互いで行くときに経済ってどうなるんだろうということで、送り合いの経済っていうのを、チャレンジし続けてますね。からもう一つ3つ目が、人とかその子供、その人だけにしかないその人の持ち味っていうのが内側から湧き出てくるような、そういう学びの場っていう3つ目の要素もあるかなって思ってます。その人一人一人の気持ちとか意思とかを尊重して運営していく会社っていうので、人のための会社っていうふうに表現してるんですけど、野菜を作ることで、自分が生かされていくとか、自分の気持ちがそれに移っていくようなことでやってる人が満たされていくということがあるんじゃないかなと。やらなくちゃいけないがあるとかいうことはないので、それぞれが主体的に動けるように、何言っても責められない、安心できるような人間関係というのがベースにあって、作業とかこの仕事がどういう目的でやってるかとか理解してやっていけるようなことかなとか、みんなで知恵を出し合いながら話し合いの場を持ってやっていくと、圧力がなしでも一人一人がやっていけるんじゃないかと。一人一人が本心に気づいていく機会を大事にしていると。サイエンススクール行ったりとか、自分を願いを知る機会を会社として大事にしていると。まだ今でもスタッフの皆さんそれぞれ自分の状態がそれぞれ違ってあるからねとか、これまでの生い立ちの中で結構厳しくこうしてはいけないとかああしてはいけないとかっていう受けてきた人と、比較的そうでもない人とかでばらつきはあるから、自分の中のそういう本当の気持ちとか願いとか思いに素直に気づきやすい人と、まだちょっとその辺が見えづらくなっている人といろいろ状態はあると思うんだけど、会社の運営とか経営とか仕組みとかそういったものにそういう規則や命令や罰則、上司っていうのがない。そうなってくると、最初は何か失敗したら責任問われるんじゃないかとか罰を与えられるんじゃないかとビクビクしながら仕事してる人でも、だんだんその場にないっていうことを知っていくと解放されてのびのびとやりたい気持ちが出てくるとか、そういう会社に向かっていってる気がします。安心して豊かに暮らしていくための仕組みとして、食料品とか日用品をいつでも使えるように用意している場所としてのジョイというのを紹介している。これのベースとなっているのはやっぱり家族
という感じかな。もともとはその農家の人が自分たちが作ったお米とか野菜はやっぱりこう売り買いではなくてこう食べてほしいというところから始まって、お弁当屋さんからもそうだし、物も豊かに集まってくるというか、まあいつでも必要なものがここにあるから、家に置かなくてよくなったっていう声の方が多いかな。ここに来たらゆっくり食べれるとかね、ここのお母さんっていうかここのマミーに甘えてゆっくり食べれたり、子供のいるお母さんも子供を連れてきてそこでゆっくり子供と一緒に食事できるっていうことも大きいかな。お家の台所を見てるお母さんみたいな感じかな、買い物行ったりとか日用品揃えたりとか、コミュニティの人の生活に必要なものとか、そういうものがここに来たら揃うという7、80人ぐらいかな、毎日来る人もいればたまに来る人もいたりとか、だから届いたものがこう欲しいなって使いたいなっていう人に届く、ファームとかの取れてる野菜も届いて、お弁当もね、黒さん弁当から届いてるとかね。その一人一人の子供が本当にその子らしく育っていくように、その子が持っているその個性やそれを発揮できるような場にしたいなというところからやってて、本当に外からの力というかやらせるもの、やめさせるものとかがなかったら、多分人というものは自分の中から出ているもので、その出てるものもいろんな環境の影響とか、その子が向かってる何かあると思うんだけど、それがこう曲がったり蓋をしたりしなくて、素直に全部出てきて、こう一人一人が出てくるもので、それを伸ばしていくとか、それを咲かせるようにとか、そういう感じかなと思っているんだけど、子供を叱ったりするのはその子供を叱ることがやりたいということじゃなくて、本当に願うのはその子がこうよく育っていってほしいなというところだと思うから、考えてこうやったらいい良くなるというんじゃなくて、本来の人というものがどういう存在か日々探求しながら、サイエンススクールとか研究所とかそういうところをベースにして、そう見えてきたものをベースの上で、その子その子はどういう感じかというのを見ながらやっているかなと。心理的圧迫の一切ない環境を作って、でそこで子どもたちがのびのび育つっていうところかな。その子の欲求が今どんな欲求があるのかなとかっていうのが一番そこを主体に見てるっていうか、73歳なんですけど、今になってこういう場にいるっていうことがね、すごいなんか幸せっていうか、それは日々思ってるし、でもまずは成長したいなと思って、ここへ来ていろいろ話す場があって、で人に話を聞いてもらって満たされるっていう経験をして、自分が多分本当に心から満たされたら周りの人を満たしたいと今思ってるけど、それも全然こうやっていけるんじゃないかなと思って、こんなこと絶対話せないと思ってたことを
言ったら全然みんな受け入れてくれるし、全然怖くもなんともなかったっていう経験を何回か回してて、本当に何でも言い合える間柄とか、何も自分を守るものがないアカデミー生の中で委ねてやっていける自分の状態になりたいなと思って過ごしてます。今は12人いて、20歳から48、49歳の人もいて、場所はブラジル、スイス、韓国、日本。ここで学ぶことによって、本当に心から満たされた状態になって、ここから世界中へ、日本中へ、世界中へ出てって、その行った場所で、周りの人たちと生き生きとやっていけるような場所を作っていくような、次の社会とか新しい社会とかいう言い方するけど、そういうのを各地で広げていって、最終的には世界中みんなが幸せになれるのを目指して、その一歩としてやってる。